こんにちは、村雲です。今回の動画は、先日発表されたトヨタ自動車の新型アクアの内外装紹介と、このアクアを購入する際に比較対象となり得るヤリス、フィット、ノートとカタログスペックの比較を行っていきたいと思います。それではご覧ください。今回紹介するアクアの仕様はご覧の通りです。グレードとしては 2WD の Z グレード。パワートレーンはヤリスハイブリッドと同じ 1.5 リッターハイブリッドとなっており、車両本体価格は240万円です。外反色はクリアベージュメタリックという新規設定色。内装色はブラックとダークネイビーのコンビネーションとなっていました。アクアの外反色には他にも定番のホワイトパール、ブラック、シルバーに加えてプリウスと同じ赤色のエモーショナルレッド、同じくプリウスと同じ青色のダークブルーマイカ、個性的な色としてはヤリスクロスと同じゴールドのプラスゴールドメタリック、ラブ4と同じアーバンカーキが設定されています。個性的な色も含めて結構バリエーション豊富だなという印象です。続いて車両本体価格についてです。ライバル車種の価格を並べてみました。ノートに関してはオーラを含めてはいません。このグラフを見ると、これまで価格がかぶりがちだったヤリスよりも一段とアクアは高級志向となっており、住み分けを意識されていることがわかります。また、この車種の中ではノートが少し頭は抜けていますが、この辺りの値段の差というものがアクアの内外装のクオリティに現れているかどうかをチェックしていこうかなというふうに思います。続いて、アクアの動力性能をライバル車と比較してみました。まずはモーターのトルクです。この比較を見ると、モーターのトルクはノート、フィットがアクアを大きく上回っていました。ヤリスとは同じユニットを搭載しているので同じ結果となります。ノートは常に、フィットも街乗りでは主にモーター駆動が主となるので、より強力なモーターが搭載されており、走り出しの警戒感ではアクアはこの2車種に劣ってしまうかもしれません。ただ、燃費の比較をすると、アクア、ヤリスに搭載されている 1.5 リッターの THH システムが優秀であり、他の2車種を上回っています。アクアの最高燃費 35.8 キロはヤリスの36キロには及びませんが、アクアにはリチウムイオン電池よりも優れたエネルギー密度を持つバイポーラ型ニッケル水素電池というものが搭載されており、電動ドライブが可能な車速域が増大しているとのことなので、走らせ方によってはアクアの燃費がヤリスを上回るかもしれません。このあたりは試乗できる機会があれば試してみたいと思っております。続いて、ボディサイズです。こちらもライバル車種と比較していこうと思います。アクアのボディサイズは、全長が 4050mm、全幅が 1695mm、全高が 1485mm、ホイールベースが 2600mm となっています。このサイズは、先代と比較すると、全長と全幅は変わらず、全高がプラス 30mm、ホイールベースがプラス 50mm となっているそうです。このことから取り回しを犠牲にせずに居住空間と荷室空間の拡大が図られていることがわかります。こちらのグラフは横軸に全長、縦軸にホイールベースを取ったグラフとなっています。このグラフを見るとヤリスとアクアがボディサイズでしっかりと差別化されていることがわかります。ヤリスは全長もホイールベースも短く、アクアはこの車種の比較の中で全長もホイールベースも一番大きいことになります。これは意外でしたね。フィットに関しては、ヤリスよりもホイールベースが短いにもかかわらず、ヤリス以上の居住性が確保されているので、このあたりにホンダが得意とするシートアレンジの特性を見ることができます。アクアのボディ周りをぐるっと回り込んでいます。今回のアクアは、先代からのキープコンセプトでありながら、ヘッドランプやノーズ周りなどが切れ長になっていることで、スマートさが増した感じになっていました。ヤリスがだいぶスポーティーに振っているので、今回のアクアの中性的な見た目はどなたにも似合うエクステリアとなっており、このあたりはさすがトヨタだなという印象です。アクアのトランク容量を紹介していきます。はい、このような形になっておりまして、全長と全高が拡大されていることで、深さ方向としては結構あるかなと思ったので、
高さがあるものは積みやすいかなと思うんですけれども、横方向のえぐりっていうものがあまりされていませんでしたので、容量としてはあんまり広くないかなという印象でした。ただ、このような形でシートアレンジ、鉱石を倒すことで長尺物を乗せられるようになります。若干段差はあるんですけれども、ここまですればかなりのものが積めるかなと思いますので、緊急時としては十分な実用性を発揮してくれる車じゃないかなというふうに思います。あとは内装紹介を行っていきます。まずは運転席周りからです。今手で触れている部分はソフトパッドで覆われていますし、この部分にはメッキのパーツが埋め込まれています。ちょっと傷つきそうですけどね。はい。で、さらにドアの持ち手のところもソフトパッドプラスステッチ入りとなっていまして、かなりクオリティは上がっているなというふうに思いました。さすがにドアの窓の開閉のところはメッキ処理とは施されてはいなかったですけれども、はい。で、下の方にはペットボトルが入りそうな収納スペースも確保されていて、実用性はかなり高そうだなというふうに印象を受けました。やっぱりだいぶ先代から比べると質感上がってますね。はい。次にステアリングのデザインです。こちらおそらくヤリスと共通のステアリングかなと思うんですけれども、右側にトヨタセーフティーセンス関連のスイッチ、左側にオーディオ関連のスイッチがまとめられています。続いて、このダッシュボード周り、ソフトパッドの使われ方が特徴的だなと思いました。このようにメッキのパーツに囲まれている部分というのが全てソフトパッドが使われていてですね、今回の内装がネイビーということもありまして、かなりデザインとしてもおしゃれな内装だなというふうに思いました。結構特徴的なソフトパッドの使われ方かなと思います。ちょっとマツダ3にも似てるような気はしますけれども、はい。アクアのメーター周りのデザインです。左側にシフトの情報、右側に速度の情報が大きく表示されていて、視認性は高そうだなというふうに思いました。で、今回の展示車は切り替えることができなかったんですけれども、真ん中のところの情報を切り替えることによって、燃費だったり、トヨタセーフティーセンスの稼働状態っていうのを表示することができるようです。続いてディスプレイ周りです。今ご覧いただいているのがトヨタの内装のおそらくトピックスである 10.5 インチのディスプレイオーディオですね。やっぱり 10.5 インチコンパクトカーの内装に持ってくるとすごい存在感でしたね。一応自分の目線から見てみて両線から被るっていうことはなかったんですけれども、はい、インパクトは強かったですね。これだけのデカさがあると情報量の表示として、視認性もかなり高いかなというふうに思います。このディスプレイの下には、運転中に見ずに操作したくなるようなボタンがまとめられていました。今操作していたのがボリュームのボタンで、その他にディスプレイオーディオ用のホームボタンであったり、エアコン関連のスイッチ等々がまとめられていました。やっぱりこのあたりのスイッチの機能というものは、ディスプレイを運転中に操作するっていうのはかなり困難でありますので、運転中に見ずに操作できるような、配慮がされているとありがたいので、このあたりが物理スイッチとしてまとめられているのはさすがだなというふうに思います。また、このパネルっていうのもピュアルブラックで仕上げられているので、やっぱり目に見える部分の質感っていうのはかなり高いなという印象でした。そして、シフトが上側に配置されていることで、このあたりがかなりスッキリしました。スライド式のスマホ置きがあります。ここにスマホを置いて、で、スライドさせて USB ポートにケーブルをつないで充電しながら使ってくださいっていうことなんでしょうかね。はい。で、その後ろにペットボトルホルダー2つとシートヒーターのボタンがありました。で、さらにアームレストもかなり大きなものがついていて、その中のコンポネールもかなり深さありましたね。これかなりいろんなものが置けるんじゃないかなと思います。最後、シートのデザインについてです。この展示車は合成比較とファブリックの組み合わせとなっていました。このストライプのファブリックのシートのデザインがすごくおしゃれでしたね。これだと男性にも女性にも受けがいいようなデザインじゃないかなというふうに思います。続いて、後席周りの紹介を行っていきます。後席乗り込みました。で、後席の質感なんですけれども、前席と比べるとちょっと落ちてしまっているかなという印象でした。今いろいろと触っているところが後席のドアの内側なんですけれども、ちょっとハードプラが使われている箇所が大きくて、前席だったらソフトパッドが使われている場所っていうのも、ハードプラが多く使われていました。また、ドアの下型にドアポケットっていうのがなくてですね、収納スペースとしてもだいぶ限られてしまっているなという印象でした。ただ、冒頭で申し上げた通り、ホイールベースが 50mm 延長されているっていうところで、私身長170センチなんですけれども、私のドライビングポジションに合わせた状態で、これだけのレッグスペースが確保されていて、頭上のスペースも握り拳1個ぐらいは入りそうなイメージだったので、居住性としてはだいぶ改善されてるんじゃないかなと思います。あと、ここにですね、今回の特徴である、非常時に使えるような外部給電できるようなアクセサリーコンセントが付いているのが特徴でした。はい。あと、コンパクトカーとして珍しいんじゃないかなと思うんですけれども、アームレストも付いていました。
ここにペットボトルを置くことによって、収納スペースっていうのは確保されてるんですけれども、私としてはアームレストにペットボトルを置くというよりも、ドアポケットの中に置いた方が安定感はあるかなと思いますので、アームレストも欲しいところではあるんですけど、ドアポケットとかも設けといて欲しかったですね。はい。後席から見た内装の前景はこのようになっています。ダッシュボード周りにソフトパッドが多用されていたり、シフト周りにピアノブラックのパーツが使われていることで、見た目の質感はかなり高まっていることが見て分かりました。やっぱりこの辺りからもヤリスと比較して値段が高い分、高級志向を目指していることが分かります。そのためなんですけれども、後席の質感もう少し上げて欲しかったかなっていうのが正直なところですね。はい。最後に試乗しないとわからないアクアの魅力的な機能についてダイジェストで紹介していきます。まずはトヨタセーフティーセンスです。アクアには最新の予防安全技術が標準装備されており、車線逸脱を防止するレーントレーシングサポートをはじめとした5つのサポートが備えられています。スープラはレーンディパーチャー止まりなので、正直なところ羨ましいですね。はい。続いて、トヨタチューンメイトアドバンスパークです。こちらは駐車のサポート技術となっており、ハンドル操作、アクセル、ブレーキ操作に加えて、シフトの操作も車自身が行ってくれるそうです。このシフト操作も含めて実施する機能は、トヨタのコンパクトカー初の技術だそうです。コンパクトカーは運転に苦手意識を持たれる方の選択肢になりやすいと思われるので、このあたりのサポートが強力なのは嬉しいところですね。最後に外部給電機能です。内装紹介の際に後席にあったアクセサリーソケットを利用して、アクアから 1500W の家電までに電力を供給できる機能が標準装備となっています。災害時の頼みの綱となってくれる頼もしい機能でもありますし、そうでなくてもオートキャンプなどでも重宝できる機能かもしれません。まとめになります。アクアの内外装紹介とカタログスペックの比較をライバル車種と実施しました。外装についてはキープコンセプトでありながら、ライト周りなどが先進的な LED デザインとなっており、男性にも女性にも似合うデザインとなっていました。全長が変わらずホイールベースが延長されていることで、ライバル車種の中では最も伸びやかなデザインとなっていると思います。内装に関しては大型ディスプレイの採用やソフトパッド、ピアノブラックのパーツが対応されていることで、質感は先代よりもかなり向上しているように見受けられました。ただ、後席周りの質感が前席よりも落ちてしまっていることが気になりました。収納スペースを増やしたり、前席同様の質感を担保していただきたかったです。動力性能を試すことはできませんでしたが、予防安全の充実や新型電池の搭載による燃費の向上が見込まれるため、初めて車を所有される方にとってもおすすめの車だと思います。今回の動画の内容は以上となります。この動画の内容がいいねと思った方はグッドボタンであったり、チャンネル登録の方よろしくお願いします。今後の動画作成のモチベーションにつながります。それではご視聴ありがとうございました。